私が死んでも代わりはいるもの。太陽系で一番大きな惑星、木星。この木星の13番目の衛星、レダ。違いますよ。X 星です。その X 星の住人、X 星人。怪物ゼロことキングギドラを操る彼ら。男性は細いサングラスで目を隠しており、女性はすべて同じ顔。彼らの行動はすべてコンピューターの計算によって決定され、ただ一人の統制官によって統率されています。しかし、もしこの統制官が彼だったらどうなっていたでしょうか。その結果がこちら。ゴジラ対エヴァンゲリオンより綾波レイ X 星人イメージバージョン。はい、こちらはですね、2017年にゴジラとエヴァンゲリオンのコラボを記念して発売された商品で、発売元は X プラスで、実は東方30センチシリーズなんですよね。で、冒頭に言った碇玄道さんが統制官だったらっていうのは僕の妄想なんですが、女性の X 星人と綾波レイを組み合わせるっていうのはね、非常にセンスがあるんですよ。まあね、その辺も触れていきたいんですが、まずは開封しましょう。これね、箱もかっこいいんだよね。エヴァフォントだ。綾波レイX 星人バージョン。はい、こちらはですね、エヴァンゲリオンシリーズに登場する綾波レイというキャラクターが、ゴジラシリーズに登場する地球侵略を目論む宇宙人 X 星人の衣装を身にまとった姿になります。なお、細かい設定などは発表されておらず、妄想が膨らみます。誰かと恋をするんでしょうか。来ましたね。かっこいいな。こちら高さは約30センチほど、そして幅は台座も含めて13センチほど、奥行きはまあ台座のこの支柱の角度次第で10センチから12センチほどになります。かなり大きいですが、素材は PVC でかなり軽いです。HG シリーズと特撮大百科の X 星人と比較するとこんな感じ。めちゃくちゃでかいです。ロボット魂のエヴァシリーズと比較してもだいぶ大きいのがわかります。これでは登場できません。プライズ商品のゴジラを抱える綾波レイのフィギュアと比較しても二回りぐらい違いますかね。最近購入したこのアスカのフィギュアも結構大きいんだけど、これよりも少し大きいですね。同じ東方30センチシリーズのシン・ゴジラよりも頭部の高さでは勝ってますね。今までで一番でかい綾波レイのフィギュアじゃないですかね。ゴジラ対綾波レイ。計算の修正はどうした？地球基地。はい、まずこの顔面なんですが、こうシルエットがしっかり綾波レイですよね。で、すごいなと思ったのが、X 星人の特徴である長いサングラスをかけてるんだけど、そのデザインが原動モデルなんですよね。で、ちなみにここはこんな感じで撮ることができ、笑えばいいと思う。ですよね、これ、エヴァンゲリオン9で碇玄道さんがつけていたデザインのサングラスですよね。それをこの X 星人のこのサングラスにもかけていると。いや、こういうところセンスあるなぁ。素晴らしいと思います。そして肝心の顔面なんですが、こう綾波レイの特徴である赤目がしっかりと再現されているんですよね。瞳もしっかり色分けされていて、このまつげにあたる黒い部分も描かれてるだけじゃなくて、しっかり立体的に造形されてるんですよね。鼻の穴とかも美しい。で、少しカメラ越しだと伝わりにくいんですけど、ほんのりこうね、ほっぺたが赤みかかっていて、ちゃんとしたこう人間らしさも感じることができます。ごめんなさい。ちょっと前髪が長めで目が隠れている感じもミステリアスで X 星人らしさが出てていいですね。こちらの綾波レイと比較してもこう非常に大人っぽいですよね。しっかり年を重ねた綾波レイって感じだね。またこの唇のぷっくり感がいいですね。色もいい。そそるな。そして頭部にはこちらインターフェースヘッドセットもしっかりとついてるんですよね。まあこれはエヴァを操縦するための神経伝達器みたいなもんなんですけど、今回の綾波レイはもしかしたらこれでキングギドラを操るのかもしれませんよね。いや面白いな。そして髪の毛はこれ分かりますかね。パール彩色になってるんですよね、おそらく。その上こうグラデーションかかっているとめちゃくちゃ美しい。このパール彩色のキメの細かさ美しい。本当に真珠のような輝きを放ってます。こう取り外した時の内側と比較すると分かりやすいですね。こちらはパール彩色ではありません。こちらは輝かしいと。
そしてこの独特な衣装。ここはもう X 星人そのままですね。で、おそらくこのポーズは X 星人のこのポーズを再現したのかなと思います。同じですもんね。てかね、この役を演じられている水野久美さんがまた色っぽいんですよ。いやー、浪川。そしてこの黒い部分はこうツヤがあって、こうエナメルっぽい質感ですね。非常にこうツヤツヤしてます。ここに銀のバッジもあって、赤のね、彩色もしっかり施されていて、このコルセットのようなね、この独特な形、これも面白いですよね。うん。後ろ分かりやすいですね。非常にこうツヤがあって、背中にボタンのような造形がありますね。背中で留めるタイプの服だったんだ。そして全体はこんな感じで、この腰の黒い部分は光沢がないですね。ちょっと分かりますかね。ここはツヤがあるけど、この腰のここはマット彩色なんですよね。そうすることによってこの腰回りがキュッと締まってる印象を受けます。おしゃれだ。あとはこういう服のシワがしっかり再現されてるのがいいですね。で、ちょっと見づらいですが、ここ首もしっかりと造形されてますね。そして腕も面白くて、こう髪の毛同様パール彩色っぽいんですよね。非常にこう美しい彩色なんですよ。そして手はツヤがあって、ちょっとねこうピタピタしてる感じの質感をよく再現してますね。この手袋のゴム感ね、手の甲あたりはパツンと張ってるからちょっと白っぽいあたりとか、こういう質感の表し方素晴らしいね。そして右手の先にはこちら光線銃を持っていると。いやー、これがなかなか強烈で、撃たれたら一瞬にして消滅してしまうんですよね。いやー、浪川。そしてこの下半身。これは暗算型だ。いいですね。この溝もいいですね。そしてこの辺のシワの再現ね。これはミント味の桃だ。我々は脱出する。未来に向かって脱出する。まだ見ぬ未来に向かってな。いや、この辺のシワとかも含め素晴らしい形ですね。このお尻と太もものバランス、これはもうね、芸術ですよ、芸術。日本の技術、持ち味を生かしたな。この上半身、腰、お尻のこの曲線がね、もう日本の宝ですよね。非常にこうバランスが取れていて美しいです。なんかね、細すぎたらいいってもんじゃないんですよね。その辺がこう非常にリアリティがあって、劇中に近いんじゃないかなと思います。ちなみに台座がないと前のめりになって倒れちゃいそうになりますね。自立は厳しいかな。腕同様パール彩色になっていて非常に美しいです。この辺の膝あたりとかはこう彩色がね施されていて、奥行きがありますね。いやー、美しいですね、本当に。そしてこの靴の形も面白いよね。めちゃくちゃ尖ってるというか、こう上に跳ねてんだよね。そしてここも光沢感があってエナメルっぽい質感になってます。非常に芸が細かい。この足のこの辺のチャックかな、ここもしっかりと再現されてますね。いやね、思ってた以上に素晴らしいフィギュアでした。色自体はどっちかっていうとこう地味なはずなんですが、こうパール彩色やこの黒い部分の光沢や、またこう髪の毛のパール彩色によってちょっと派手な印象も受けるんですよ。なのでこう部屋を暗くしてライトを当ててやったりすると、このパール彩色が本当に映えるんですよ。質感や彩色方法によってここまで映えるフィギュアになるんですよね。素晴らしいね。でもこうサングラスをつけた方がやっぱりいいかもしんないね、フィギュアとしては。これは好みかな。とりあえず僕はサングラスありで飾ってみたいなと思います。で、気分が変わったら外します。はい。というわけで今回は東宝30センチシリーズ綾波レイ X 星人バージョンをご紹介させていただきました。いや、本当に想像以上にいいフィギュアでした。でね、冒頭にも言った通り、この X 星人の女性と綾波レイを組み合わせるっていうのは、非常にセンスがいいなと思うんですよ。というのも X 星人は行動が全てコンピューターの計算によって決定されて、それ以外の行動っていうのは許されないんですよ。その上、女性は全て
同じ顔で、いわばちょっとロボット的な、ヒューマノイドなんですけど、一方の綾波レイも、それにちょっと通ずるような部分を持ってるキャラクターじゃないですか。私が死んでも代わりはいるものっていうセリフも有名ですよね。そして怪獣大戦争に出てくる工作員の波川っていう女性 X 星人は、X 星人でありながら地球人に恋をしてしまうんですよね。そして綾波レイも、経緯は違いますが、シンジ君といると体がポカポカするっていうセリフがあったり、そして誰かを思って最後を迎えるっていう共通点もあったりするし、なんかこう二人とも悲しみを背負ってるというか、自分の存在意義を問うようなキャラクターというかね、改めて共通点は多いんだなと商品化されて気づきましたね。で、この綾波レイの X 星人はどういう設定なんでしょうね。もしかしたら統制官かもしんないですよね。で、このエヴァゴジラを操るかもしんないですよね。それだと面白いな。この怪獣大戦争っていう映画は、僕がめちゃくちゃ幼い頃に録画しておいた VHS で何度も見た映画で、特にこの X 星人っていうキャラクターはめちゃくちゃ印象に残ってて、下手したらゴジラやキングギドラ以上に印象に残ってるキャラクターなんですよ。で、特に印象に残ってるのは X 星人の最後の計算の修正はどうした?地球基地とかね。なんかね、印象に残るシーンが随所にこう散りばめられてるんですよ。子供ながらになんか不気味だけど、でもちょっと面白いキャラクターだなって思ってた記憶がありますね。で、映画自体はゴジラ映画なんだけど、人間パートが色濃く描かれていて、そういったところも楽しめるので、まだ見てないという方はおすすめです。そしてエヴァの方も、本当だったら新エヴァンゲリオンがもう公開されてるはずなんですが、コロナで延期ということで、気長に待ちたいなと思います。で、今後もね、エヴァンゲリオンの商品、どんどんご紹介していきますので、よければ見てください。はい、そんな感じで今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた、未来に向かって脱出する。